2018年2月。今年ブルー年じゃないからバトスピできる日1日少ないと思っているのはハライチ岩井、仮面女子月のモア、桜井由紀、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。前回ないです。こちらもありません。ライフいけます。9つのシンボルでアタックをしてブロックされません。はい、こちらフラッシュないです。ないです。いけます。赤のガーディアン新井がエクストリームカードを使うことなく2連勝。負ければ敗退が決まる次の戦いに挑むのはチームリーダーゆうや。今回が初戦のゆうやの戦術は、今回僕が使うのは赤緑の時代デッキです。ガーディアンを倒す専用のデッキです。メインステップでアルティメットトリガーをずっと使うので何もさせないで勝てます。ウィルフリードを遠征部エルナートで回収して、その遠征部エルナートをヤシウムで回収し続けてループをして、ジュピターセイバーでアルティメットのコストを最大11まで上げられるので、無限にメインステップでアルティメットトリガーを使って相手に何もさせずにデッキアウトを狙います。つまりイビルフリードの召喚時トリガーで相手のデッキを1枚トラッシュに送り、その後自ら消滅。それをトラッシュから回収し再び召喚。コア回収の効果でこれを無限に繰り返し、メインステップでデッキアウトを狙う。フラッシュタイミングを挟まないのでエクストリームカードを使わせないという。ガーディアンを倒すためだけに作ってきたデッキなので、それで勝ちたいと思います。果たして勢いに乗る新井を突破することができるのか。先攻 M さんゆうやさん、後攻赤のガーディアン新井良平。ゲートオープン開放。先行スタートステップ。3人抜きになりますか。ゆうやさん初登場。初登場いいですね。さん初なんですけど、はい。どういうデッキなんでしょうか。そうです、手元にある資料では割ではい。赤緑アルティメットデッキといいますか。アルティメットデッキ。久しぶりや。久しぶりですね。アルティメットデッキは久しぶりだな本当に。はい。では4コストでブロッケイドタイガーをレベル1で召喚します。ではアタックせずにターンとスタートステップ。ファステップ。不気味でさえあります。フォーステップ。あ。書いてありますよ。戦うなら赤のガーディアンがいいですって。おお。願いが叶った。戦い方や勝ち方が派手なので正直かっこいい。いいですね。うん、いいですね。リスペクトされて。ヤッキーが出てくれると嬉しい。絶対負けないので。ちょっと舐めてくる感じが。アタックステップターン割りで。ね、なんか事故ってるぞ。めっちゃ事故ってるね。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。ブロッケードタイガーレベル2から出ないと超走行を発揮しませんから、レベル2は維持したいですね。ではもう1体出てきた。白の1軽減で、3コストでもう1体ブロッケードタイガーを召喚します。なかなか倒せないぞこれは。まあアルティメットデッキだったら BP は余裕で超ではアえてくるので。タックステップに入りアタックせずにターンと。ああ、スタートステップしないのか。ファステップ。ここはガンガン削っていくべきだと思うんですけどね。今のアルティメットで採用されてるカードたちって召喚条件が自分のライフ2以上っていうのが多いんですよ。フィニッシュステップ。これ逆に言えばライフ1になっちゃったらもう何も召喚できなくなるんですよ。あ、そんな感じなんですね。というカードが多いので、早めに削っちゃってライフ1にしたら結構勝ちにつながるのかなと思いますが、まあここは慎重ですね。日本ダブルドロー。
使います。ここでドローコストソースを初めて使うあたりメインでちょっと実行気味なのかな。引きか2枚ドローします。はい。手札増えております、バーストも何も腫れてないですからね。アタックステップ、エンドステップ、ターン終わりで。あら何もせではスタートずステあんなにあップ、るのにこれはちょっと実コアステップ、どうなってドローステップ。これはもう今のうちに一気に行けたら行きたいところでしょうけど、まあ赤のガーディアンはその素性分かってませんからね。どんなデッキなのか怖いですね。そうですね。ケイドタイガー。僕らは神の目線で見てますけど、白2経験で3コストでフフェニックキャノンを召喚します。召喚するときにこちらのブロッケードタイガーにダイレクトブレイブするように走行赤がついてるのでメルトの召喚しますもできてます。ブレイブを相手が召喚した時にメルトを使います。はい。 2体おお2枚持ってる。なんかあいつどんだけ引いてんで。相手がブレイブを召喚した時にコストを支払わずに召喚できます。はい。召喚時効果で相手のブレイブを1つ破壊します。ブロッケードタイガーが超走行赤を持っているので、その効果は受けません。なるほど。手札も6枚あるのでドローはなしです。はい。メインステップを終了してアタックステップに入ります。では BP8000 のブロッケードタイガーでアタックします。ダブルシンボル。フラッシュがあれば。ここでまたジークフリード回とかフラッシュないです。さあ押せますね。なければなければこちらもありません。おっとない。ビビらせるのって。なければって。ライフといきます。はい。では、アタックステップを終了してターンエンド。こっからですね。こっからや頼む。スタートステップ、あんまりあんまり削らない方がいいんだけどな。ドローステップ、これはエクストリームカードありますから、そうですね。むしろね、それを使わずに3人倒したらかっこいいですけどね。確かに。本人はね、なるべく使いたくないって言ってました。エンペラートローを使います。はい。 4コスト2軽減、エンペラードロー。ソロコア使います。はい。このデッキでエンペラードローを採用するのはメインですごいですねデッ。キから2枚ドローします。はい。その後さらにでソウルコアを使っていたので2枚オープンします。はい。もし甲獣を持つスピリットカードがあればその中の系統甲獣を持つスピリットを手札に加えます。はい。ないので全部破棄です。はい。トラッシュを肥やす理由もあるんでしょうね。何かしらの回収手段を持っているということですね。おお、なるほど。ビートルゴン召喚します。やっとアルティメット出ましたよアルティメットが。エンセーブエルナト、なるほど、エルナド。 4コスト3軽減、はい。 1コストこれはビートルゴンに直接ブレイブ召喚時効果でトラッシュにあるコスト5以下の赤のアルティメットカード1枚手札にはいします。トラッシュのコスト5以下の赤のアルティメットカードを手札にします。ないのではい。何もないです。では相手がブレイブを召喚したので、ブレイブ召喚時。あ、メルト返しですね。返しですね。召喚時効果で相手のブレイブを破壊なんですけれども、この場合アルティメットについているブレイブは破壊ができないので、もう1個の効果のデッキから手札が4枚になるまでドローするを発揮して、今3枚なので1枚ドローします。1枚ドロこれね、アルティメットには触れないんですよ、スピリットカードっていうのは。だからそのアルティメットだろうが何だろうが破壊できるって書いてないと。ではこれでアタックステップ、はい。エンドステップ、ターン終わりで。はい。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。ではメールとこちら側にブレイブさせます。では個性第一とアスガルディアをアクセルで、発揮して PP1 万2000以下の相手のスピリットアルティメット全てを破壊します。アルティメットも入ってた。この効果で破壊した相手のスピリットアルティメットの効果は発揮されません。赤っぽいですね。エルナト引き払ってしまいました。わあ入ってた。やばすぎでし残りコアが4個か。これはもうシンボル3点のアタックが決まっちゃうと終わっちゃう可能性がありますね。確かにリザーブにコアないし。アタックステップに入ります。さんだし。港に4個乗ってるので、メルトでアタックをします。 BP がブレイブして8000のダブルシンボルです。フラッシュありません。ではこちらのフラッシュタイミング、
シンボルが白白赤赤あるので1コストでアクセル陣中アクセルエッジを1コスト支払って、BP6000 以下の相手のスピード1体を破壊します。破壊することでデッキから1枚ドローします。あ、これで手元のアスガルディア実は手元から降臨可能なんです。フラッシュありません。こちらもそれでシンボル3つになるんで、あ、ライフでいきます。あれなんでシンボルだけ降臨しないかったんですか？こちらのブロッケードタイガーで取ればいいですけど、シェパードルとか持ってたら止められる。が8000。フラッシュ、シェパードール、アクセル使います。シェパードールありました。いや完全にプレイミスですよ。あら、このターン内とコスト4以上のちょっと勝利が見えて相手のスピリットアルティメットのアタックではライフは減りません。はい、こフラッシュありますか？ちらフラッシュはありません。1もないです。ライフでいきます。はい、ではこれでターンエンドです。スタートステップ、コンステップ、ドロステップ、手元からシェパードール召喚します。はい、そうですよ4コスト。これを自壊して回収するということも可能でしょうから、シェパードール消滅させます。やはり次回します。はい、今この計算してますね。ヤシウム4コスト。はい、そうですね、これでシェパードルを回収召喚時効果でトラッシュのスピリットかブレイブを1枚手札に戻します。はい、シェパードール戻します。また同じことができる。まあ、コスト3のリューマンファルコが出ちゃうとシェパードルの効果はもうないのでなるほど。コスト3のスピリットでアタックすればいいだけのことなので、エンドステップターン終了で。はい、サンタデザルーナで勘弁してほしい。いやまだわかんない。優雅だから優雅だからなんとかするでしょ。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。まあ、持ってるかどうかですね、リューマンファルコ。これもうでも防戦一方にあることは間違いないので、かなり厳しいですね、ゆうやさん。赤の3軽減を使って4コストでプゲーシャードラゴンをということは、召喚します。まあヤシウムは破壊できますね。赤の1軽減、持ってたコストでリューマンファルコを召喚します。出るんだから。終わった。なんで持っとるんやさ。ちゃんと持ってんのか。ここの2体から取ります。もう決める気満々だな。バーストセット。これはもうちょっと止める方法がないかもしれませんね。白鳥貿易などを持ってたとしてもに入りまして、開始時の効果でね、プゲーシャードラゴンの効果で系統ブリを持つ自分のスピリットにトラッシュのコアを戻します。ではリューマンファルコでそうですね。アタックします。シェパードル見えてますから。フラッシュありますか？フラッシュでシェパードール、アクセル使います。5コスト1軽減。はい、しかしリューマンファルコのコストは3ですので、こちらはフラッシュはありません。フラッシュないです。ライフでいきます。ありがとうございました。サンタデされた。さあ、お二人お疲れ様でした。いやー、新井さん3連勝おめでとうございます。ありがとうございます。3タってすごい。ですよ。さあ、そしてエクストリームカード使わずの3連勝ということで、前人未到ですよ。さすがですね。ガーディアンのレベルがめきめき上がっていってるのが。単純な3連勝ですからね、笑顔ですけれども。ありがとうございます。さあ、そしてちょっと木山さんからちょっと1個聞きたいことがあるみたいな。そうなんですけど、はいアスガルディア降臨したら3点で決まってたんじゃないかな。あらー、そんなシーンもありましたかね。僕の目にはリューマンファルコしか映ってませんでした。なるほど。リューマンファルコで勝ちたかったと。そこまでじゃないですけど、ちょっと浮かれてましたね。ちょっとそうですね、欲が出ちゃいました。そういうことですよ。すいません。さあ、ということでゆうやさん、ちょっとね最初の方動きがちょっと遅かったように思ったんですけれども、ちょっと厳しかったですか？そうですね。何もできないうちに相手に場を整えられてしまったので、ちょっときつかったです。最初の方にコストの低いアルティメットを引きたかったんですけど、全然引けなかったですね。さあ、ということでございまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。様でした。
ありがとうございました。持っている男新井、エクストリームカードを使わず3連勝達成。そして M さんはガーディアンステージで敗退。しないです。いただきます。今回赤のガーディアン新井の活躍により出番のなかったヤッキーとシュクリによるスペシャルマッチを大公開。ゲートオープン開放。お願いします。では先行で、コアステップがなく、まあ3連勝したということで実現しましたが、なるほど。メインステップヤッキーはでもね、ネクサスちょっと今までのヤッキーと違うんですよ。と言いますと、今まで封印されていたとある系統を使うことを許可されたということ。そのために猛特訓をしたんですが、ほうほうほう。赤のガーディアンが3連勝したということで、せっかくならばもう一個最強の一角シクリ君と戦ってみようという。ネクサスでも禁じられていた系統ってなんとなく差し付く。なんとなく。なんでしょうね。負から始まるあれじゃないんですか。もう晴れて使うことを許されたという。本当は最初からこれ使いたくてしょうがなかったところに。禁じられた系統とはなんか着替えるやつじゃないですか。着替えたり鍛えたり上がったりするやつじゃないですか。着替えたり上がったりするやつなんじゃないですか。そして白のガーディアンシクリ君盤石ですね。トリプルヘビーからこちらフラッシュはないです。ないです。でそのアタックはライフで受けます。ではそのターン終了で。削られました。ではスタートステップ、顔の縄文の効果、手の袖の具合を狙ってるのかな。スタートステップに燃え袖でしたね。何狙いなの。系統に染まってる。手元に置くことで、光ではなさそうだね。自分のデッキから1枚ドローします。デルフィニュート、川の縄文の効果をオープンしてワンドローですね。コアステップ、ドローステップでメインステップ、木の木源流デルフィニュートをデルフィニュートから出しまし召喚します。手コスト札を増やす1軽減で4コスト。これでデッキの素性がバレるというものです。召喚時効果、自分の手札にあるスピリットカード、またマジックカードを3枚まで、今日またうっかりやらかしたらもう永久にうっかりヤッキーの1枚、ローズベリーですね。ローズベリーです。そしてエクレアシフォン。女子が出てきましたよ。甘い匂いがしてきました。これぞ我々が一番よくしているヤッキーです。これが本当の姿だ。で3枚手元に置きましたので3枚手元に3女子。3女子。2枚。一番端のカードは何ですか。一番端。こっちから右奥の。はい、こっちは黄金期ローズベリー。ありますねこれね。もっといっぱい出しちゃうと。これディーバーあるある。よくわかんないやつが出てきたね。アクセルの効果を発揮しますので、クリアシフォンの効果で BP13000マイナスします。でゼロになったスピリットアルティメットを破壊します。破壊された1体。破壊されたスピリット1枚につき1枚デッキからドローできるので1枚します。4枚のドロー。可愛い子が破壊とかしてくるとは思わないよね。でアンドロメダの効果はトラッシュにカードがないので、使えません。はい。ではアタックステップに入ります。はい。デルフィニュートでアタックします。フラッシュあれば。フラッシュはないです。はい。ではこちらフラッシュタイミング、降臨します。はい。ナンバーワンセンターノアフルール。おっと。これはコスト5以上なのでデルフィニュートに降臨します。イラスト集に入っていた付録ですね。ナンバーワンセンターノアフルール。これ降臨中の効果すごく強いです。お互いのアタックステップなんですが BP1 万以下の相手のスピリット全てはアタックブロックできないという。ウィニー系これだけで止まっちゃう。フラッシュはないです。はい。ではこちらもフラッシュないです。ライフで受ける。はい。ではこれでターンエンドです。ではこちらのとコアドロー。なるほど。ノアフルールがいるのは厄介だな。もう手入れたしくりさんは。内なるしっくり。ではトリプルヘビーをレベル1万以上を用意しなければならない。では秩序の砲術機トゥールビオンを召喚。3シンボルになっているので2コスト。召喚時効果。ボイドからコア1個をこのスピリットに置きました。
トゥールビヨンは重装甲黄色がついているので、なんとノアフルール買わせます。あっという間に買わす。ではさらに交流銃剣ガンズバルムンクガンモード燃え袖を要所か燃え袖を映ってる。3と1でフル経験。可愛いポーズしてた。召喚時効果バースト発揮は対象がなしですね。はい。これでもうニュージークフリードが乗る計算になりますので、僕知らない。アタックセップ。はい。トゥールビヨンでアタック。はい。おっと、フラッシュはありますか。ここでこちらフラッシュはないです。はい。ではガンズバルムンクガンモードの効果。ガンズバルムンクガンモードの効果で、フラッシュターンに1回相手のスピリット1体をデッキの下に戻すことができる。そうした時自分のデッキを3枚破棄。はい。ではノアフルールをデッキの下へ。戻す順番はではノアフルールが上で、デルフィーヌが下で。デルフィーヌが下。はい。この順番で戻しでは下にいやこんなに優秀な子が。ガンズバルムンクリミテッドバリアライリジオ。はい。では、こちらフラッシュはないです。ではフラッシュタイミング。はい。ノーブルドラフンニュージークリードを降臨。早い。苦笑い。降臨時効果。はい。高転送。はい。指定するまたいつもの顔になってきた。武装です。はい。じゃあ武装が出るまでデッキを破棄します。はい。シャットアウト。ニュージークフリード。ジークリード開。ニュージークフリード。トゥールビヨン。ラ・イリュージョン。いやすごいな。ワグナー。開。出ない。RZ7。フールバングキッズ。イーノック。トリプルヘビー。ガンズバルムンク。出た。武装が破棄されたので、これを召喚しました。はい。これはなんだ止める手段。結構落ちましたフラッけど。シュはありますか。こちらフラッシュはないです。ではないです。はい。ではそのアタックは、ライフで3つはいします。ニュージークリードのブレイブジさあひざまずいてエブリワンなど持ってまレベルすか。 2効果で、バトル終時に回復します。はい。そしてもう1回アタック。はい。効果を受けずブロックされないトリプルシンボルです。フラッシュはないです。ありません。ライフでいけます。ありがとうございました。さあお二人お疲れ様でした。よーしくりさん。はい。もう早かったですね。2ターン目ですよ。パーツ全部揃っちゃってた。そうですね。いや無料とか使いたかったんですけど。ちょこちょこヤギを攻撃してる。なかなかね使う機会がなかったけど。そうです。ちょっとタイミングがなかったですね。さあそしてですねヤッキーさんお気に入りのデッキで挑んだというわけですよね。そうですね。ちょっとこのために半年ぐらいかけて、はい、準備してたんですけど、ちょっと周りが良すぎましたね。そうですね。はい。さあということでお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回はヤッキーとシュクリのデッキを紹介。まずはヤッキー。まあ今回ディーバデッキということで、ディーバを主軸にしたデッキを用意してきました。先ほどはですねなかなかねこの女の子たちをね紹介できなかったので、このディーバの魅力をですねお伝えしていきたいなと思います。ディーバデッキのキーカードを紹介。1枚目はまずはこのローズベリーというカードがあるんですけれども、オンステージという効果を、持っていまして、この、ローズベリー、私服、プライベートウェアを持っているんですけれども、ステージスタイルを持っている同じ名前のローズベリーのステージスタイルを持っているカードと入れ替えることで召喚ができるという効果になっているんですが、通常のオンステージだと1枚しか、ドローできないんですが、このローズベリーだけ、下に書いてある効果でオンステージでドローする枚数をプラス2枚しますので、なんとこれでカードが3枚ドローできちゃいます。オンステージをして、手札を増やしていくというような、コンセプトがあります。続いてオンステージと相性抜群のカードを紹介。このバックステージというカードがあります。このバックステージは、オンステージで
自分のスピリットをデッキの下に、送らないといけないんですけれども、このネクサスを、疲労させることで、デッキの下に置いたものとして、オンステージをすることができますので、この私服を持った、オンステージを持った、スピリットをフィールドに残しつつ衣装を持ったスピリットを場に展開していけるというカードになっているので、1枚の、私服のカードから2枚3枚とこのバックステージがあるだけ、一旦に展開するっていうこともできます。最後は相手の降臨を止める1枚。最後にこちらのナンバーワンセンターノアフルールなんですけれども、降臨中効果なんですけれども、お互いのアタックステップに BP1 枚以下の相手のスピリットがアタックとブロックどちらもできなくなるというカードになっています。低コスのスピリットから降臨していくというような環境ありますので、降臨する場合は、まずアタックをしてフラッシュタイミングに降臨するという動きが基本的になってくると思うんですが、このアタック自体ができないのでフラッシュタイミングに行くことができません。なのでこのカードで相手の動きを止めつつ、こちらの他のディーバたちを展開していって自分の場を整えて相手のレフを狙い撃つというようなデッキになっています。いかがでしたでしょうか。今回使ったディーバデッキ、実は2月24日発売のディーバブースターサマースクールのカードが入っていませんので、この2月24日発売のサマースクール、このカードを入れることでさらにパワーアップできるので、皆さんもぜひ楽しんでいただければと思います。続いて祝利のデッキを紹介。今回使ったのは前回白村だったんで、今回は白単にしてみました。バトルではちょっとあんまり紹介できなかったカードもあるので、ちょっとおすすめカードを一つ一つ説明したいと思います。まずはこちら、ノーブルオーダー参謀エタマジョール。お互いのアタックステップ開始時に自分の手札にある系統真珠を持つブレイブカードをコストして召喚できる。そしてガンズバルムンクとガンモードですね、この2枚、この2種類をアタックステップ開始時に召喚できると。タイミングがアタックステップ開始という独特なタイミングで相手のアタックしようと思っているスピリットを下に送ったり、あと単純にコスト踏み倒してブレイブできるんで、そこから先の降臨につなぐことができる。非常に強力で便利なカードがエタマジョールです。そしてもう1枚は祝利の苦い思い出を払拭してくれるカード。最後のおすすめカードが源氏将軍無料。何よりの特徴として、相手のエンドステップに降臨できる。相手のアタックステップで攻められなかったり、自分がその前のターンに降臨していなかったとしても、そのソウルコアを無駄にせず降臨することができると。で、特に白いデッキが、苦手とするようなネクサスをたくさん張ってデッキ破壊してくるようなデッキに対して非常に有効な、ライフが減っていなかったら相手のネクサス全てをデッキの上に戻してしまうんですね。なのでそういう固めてくるデッキに対して非常に強い。特に黄色の、そうですね、あまり思い出したくないですけど、定規山脈とか黄金の鐘楼とかは破壊されないって効果を持っているんですけど、この無料であれば、デッキの上に戻す、バウンス系の効果なので破壊されなくても関係なくデッキの上に戻すことができる。なのでそういったデッキに対して非常に有効なカードです。いかがでしたでしょうか。今回は白単で組んでみました。白単でも強いので皆さんも組んでみてください。バトスピニュース。3月24日土曜日、仮面ライダーとバトスピのコラボ商品が発売予定です。シェイシェイ。はい、今回はですよ、ブースターとさらに構築済みデッキが同時発売となります。はい、今回はブースターをご紹介させていただきます。ブースターには赤に仮面ライダークーガ、緑に仮面ライダーダブル、そして白に仮面ライダー電王、さらに紫にはグロンギやドーパントなどの怪人たちが。なるほど。そして現在放送中の仮面ライダービルドも特別収録されます。はい、今回はですね、仮面ライダービルドから書き下ろしイラスト2つご紹介いたしましょう。まずはこちら。はい、仮面ライダービルドニンニンコミックフォーム。はい、ニンニンコミックフォーム。そして仮面ライダークローズ。はい、かっこいいですね。かっこいいですよこれ。どうなんですかね、やっぱ原作通りというかね、きっと効果とかもね、なんか忍者モチーフだったりとか、なんかそんな感じ。人数あるかもしれないです。もしかしたらどうなんでしょうね。このようにね、最新ライダーからも収録されます。次回はですね、この仮面ライダーならではの新効果についてご紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
バトルスピーチコラボブースター仮面ライダー伝説の始まりはブースターパック6枚入り300円、自販機ブースター4枚入りが200円です。そしてバトルスピリッツコラボスターター仮面ライダーリイマジネーションは構築済みデッキ1セット40枚、差し替えカードが10枚、そしてプレイシートが1枚ついてコアが15個、ソウルコアも入って1セット1500円です。皆さんぜひゲットしてください。3月7日水曜日21時からフレッシュ LINE ライブで新シリーズの発表会を行います。はい、気になる内容なんですけども、降臨編に続く新シリーズ、エクストリームゲームのリニューアル情報、イベント情報などなど盛りだくさんの内容でお送りしますよ。皆さんぜひご覧ください。次回去年行われた、バトスピ 3on3 全国大会の優勝チームです。初代チャンピオンチームついに登場。チーム鬼対するは今まで出てきたチームが桁が違うっていうことを見せつけてやれると思ってます。チームメンバー全員が100キロ超えの巨体の持ち主、デーブ三巨頭。果たして勝つのはどっちだ。